どうも、マックスです。新日本1.4ドームの、バックステージで混合が乱入、そして、その結果を踏まえて、新日本の1.5大田区大会でノア対新日本の対抗戦が行われるという発表がありました。いやー、昨年、その横浜アリーナ大会ですかね、そこで、ノア対新日本の対抗戦というのがあって、その時は非常にお祭り的な感じで、結構盛り上がったんですけど、じゃあ今回どうなんだっていうのをちょっと考えてみたいかなと。で、それと、なんでしょうね、なんで今、ノア対新日本の対抗戦なんだということもちょっと合わせて考えてみたいかなと思います。基本、チャンネル的にはこのノア寄りなので、新日本のファンの皆さんが見られたら、ひょっとしたらちょっと気を悪くなさるかもしれませんけれども、別に新日本が悪いとか、ノアの方がいいとか、言ってるつもりは全くないので、そのあたりご了承いただければと思います。ここに至る経緯でいくとですね、新日本の東京ドームどうだったんだろうと思って今ね改めて見てるんですけど、観衆が2万6000飛んで85人という公式発表になっていました。でもこの時代にいろんな格闘技イベントだとかいろんなイベントがある中で、2万6000人、それだけ集まるってすごいんじゃないかなと、さすが新日本だなと思いました。で、ただちょっと気になったというかですね、この新日本の大会第0試合というか、ダークマッチあるんですよね。エキシビションマッチがあったり、第2試合、高木慎吾さんが登場したニュージャパンランボーがあったり、そして本戦開始前試合ということで、アントニオ猪木メモリアル6メンタッグ、ここに永田さん、小島さん、真壁さん VS タイガーマスク、鈴木みのる、藤波辰巳と、かなり豪華なメンバーが集まる。そして第1試合以降ですね、なんて言うんだろうな、新日本のここのところの、1.4 のドーム見てると、全てがタイトルマッチなんですよね。で、当然いいんですよ。それぞれに面白いですし。ただ、もうね、ベルトがいっぱいです。ベルトがいっぱい。IWGP ジュニアタッグ選手権、そして IWGP 女子選手権。これ、カーリーさんが出たやつですね。で、IWGP タッグ選手権。ニュージャパンワールド認定 TB 王座決定トーナメント決勝戦、ネイバー無差別級選手権、そして、第6試合が武藤敬司さんの新日本プロレスラストマッチ、第7試合 IWGP ジュニアヘビー級選手権、これが 4way ですね。そして第8試合がダブルメインイベントとして US ヘビー級選手権、ケニー・オメガ VS ウィル・オスプレイで、第9試合がダブルメインイベント 2IWGP 世界ヘビー級選手権、岡田和親選手 VS J. ホワイト。ごめんなさい、ちょっと下加減で喋りましたけれども、この大会自体どういうつもりもなくって、で、岡田和親選手 VS J. ホワイトっていうのはいい試合だったですよね。僕もちょっと見ましたけど。それよりも、ものすごく評判読んでたなと思うのが、この第8試合のケニー・オメガ VS ウィル・オスプレイ、そこまでやるかっていうね、見てた人たちが沈黙になってしまったっていうようなコメントがツイッターに随分上がってたように思います。それだけ凄惨なというか、ケニー・オメガ選手のワールドなんだなとは思いました。で、こういう興行でなんて言うんでしょうか、例えば新日本への思い入れがあるとか、あるいは選手への思い入れというかね、その選手のヒストリーも含めてやっぱりファンってつく部分が多いんじゃないかなと。特にノアファンはそうじゃないですかね。
ノアの選手のこのヒストリーとか、やっぱりそういうのを大事にする傾向があって、この新日本のカード、1.4 のカードを見たときに、どこまでこう選手が、個々がこう大事にされてんのかなと、ごめんなさい、これはもう本当にごめんなさいなんですけど、岡田和親選手はね、いいですよ。ただ、他なんとなくこうチャンピオンシップが 4A だったり、それはそれでゲーム性があっていいんですけど、初めて見た方が、なんか新日本ってすごいねとは絶対思うんですよ、これ見てね、試合自体を見て。ただ、こう今までの集大成というよりも、なんとなく華々しくいろんなベルトがあって、ともかく見てて面白いけどなっていう、なんとなく個人的にはそういう感想を受けちゃいました。ただその中でもこのメインイベントの2試合にも全て集約されてて、すごく好対照なマッチメイクだったなと思ってます。で、じゃあその 1.4 やった新日本がどうしてノアとの対抗戦なのと言って考えたときに、もちろんその混合が乱入したから、バックヤードに乱入したからという、それはもちろんそうあるんでしょうけど、ここは大人的にこう考えるとですね、何らか新日本にもこの対抗戦を組むべきというか、理由が何かあるんじゃないかなと。で、その理由がどこにあるのとこう考えたときに、2023年のストーリー、リング上をね軸としたこのストーリーをどう作っていくのっていう、やっぱりそこに尽きるかなと思うんですよね。で、昨年末鈴木みのる選手をこう筆頭とする鈴木軍というのが解散すると、新日本のマット上で11年間ですか、鈴木軍というユニットがこうあってですね、最初はドヒールだったと思うんですけど、ものすごくファンの支持を集めたっていうのがありました。で、太一選手も、デスペラード選手もみんなこうキャラ立ちして一定のファンがつくっていうね。新日本の中でひょっとするとロスインゴに匹敵するぐらい個々の選手に対する思い入れで成り立ってた軍団ユニットだったんじゃないかなと思います。それが解散したと。で、1.5 なのかな、鈴木みのる選手がまた新たに、デスペ選手とこうユニットを作るとか、あるいはこれはいつだったのかな、太一選手、高道信選手、同期選手、金丸義信選手、この辺りがまた再結集するとか、どうでしょうね、こう新日本の場合どうしてもユニット構想みたいなところがなんとなくこうあって、試合乱入したりとかですね、その辺りでファンが消化不良思うところもあるかもしれないけど、そういうユニット構想っていうのが一つ大きな軸にこうなってると思うんですよね。ただそういう中でロスインゴをこう考えたときに、この東京ドーム大会でロスインゴの扱いがですね、どうなんだこれっていうのが思いました。代表的なところでいくと、リーダー内藤さんとですね、真田武士、ここがですね、武藤選手のラストマッチの相手に抜擢されている、抜擢されていると言えばいいんですけど、棚橋選手、武藤選手、海野翔太選手とのもこの6メンでこう当たってるんですけど、なんて言うんですかね、ロスインゴってそもそもやっぱ噛みつく集団だと思うんですよね。そしてもともと内藤選手がファンの言いたかったことを代弁するような、そういったところからスタートしてそれぞれの個性が輝くというか、武士選手もそう、真田選手もそう、みんなこうもちろんヒロム選手もそうですよね、高木慎吾選手もそう、それぞれこう背景バックグラウンドで全然違う人たちがこう集まってきて、やっぱりもっともなことを言う、悪態つくけどもっともなことを言って、なおかつキラキラと輝くっていうかね、そこにこうロスインゴのすごい魅力感じるんですよ。
感じるんだけれども、この新日本の中でのこのロスインゴの噛みつく先がちょっと最近ないのかなと、新日本がやっぱり大きなカンパニーゆえに、で今岡田和親選手を中心としてこういけてるだけに、で内藤選手がちょっと前にこう負けてたりとかね、いうのがあると思うんですけど、ちょっとそのロスインゴが今後どういう風になっていくのっていうところでちょっと先詰まり感があったかなと思うんです。ましてや対抗馬のこの鈴木軍、対抗馬って言ったらあれかな、まあ新日本本体とか鈴木軍とかこういたりすると思うんですけど、まあそのね噛みつく先がなくって結局新日本というところに噛みつくしかないんですけど、例えばこの間高木選手が新日本にね年間を通じてのこのタイトル争い、これに対してこの扱いどうなんだみたいな噛みつきをしてましたけど、やっぱりそれでもちょっと弱いというね。なのでロスインゴの噛みつき先という意味であるのかな。そしてまあノアとの絡み、当然新日本のファンはアレルギーあるわけですよ。で特に混合に対してはかなりもう辛辣なコメントが記者会見でもドゥワーッとすごい勢いでこんな流れててですね、で一番逆に言うと盛り上がるというか、盛り上がるノアの相手って言ったら多分混合なんですよね。だから混合が乗り込んだっていう、それ正解なのかなっていうふうに思います。でロスインゴ VS 混合なのかなと思ったら 1.21 横浜アリーナはノアと新日本との対抗戦ってなっちゃう。なのでここでこれを積極的にどう捉えるっていうのはあまり新日本としてないんじゃないかなと思うんですけど、ロスインゴのこう存在を再びこう上げるためにノアというか混合というかそれが利用できたらなっていうとこなんじゃないかなと思うんです。でそこで何かこうねやった結果、ファンがですねこのノアに対する嫌悪感とかいうのも含めてガッとこう盛り上がるようだったら、その点の要素を次の何かに加えようかなという、そういうお試しかなっていう、そうじゃないと新日本にとってみてこのノアもしくは混合と絡むメリットがですねあんまりないんじゃないかなというふうに思うんですよね。で一方ですね、じゃあノアの方からこの新日本と絡むメリットって何なのっていうことをちょっと考えてみたいなと。でノアにはノアでですねこうカードがこうあるわけですよ。例えば明日 1.8 後楽園では、昼夜興行とこうなってまして、で混合とノアのこうユニットシャッフルタッグトーナメントみたいなのがこう組まれてるわけですね。はい。で昼の部ではそのユニットシャッフルのタッグトーナメントの1回戦なり何なりが行われて、夜の興行でそれの勝者同士がこう戦うみたいなですね、そういう風なノアの中での一つ今後何かが生まれるんじゃないかという軸を作ってたりすると。でノアとするとこの間、1.1 武道館興行で清宮と拳王が戦って、清宮が勝ちましたと。じゃあそれに対してどう軸を作っていくのというのをまさしく今模索しているところ。そして混合とすると拳王選手負けてしまったので、じゃあ次こう混合としてどういう風に展開するのっていうのがちょっと一瞬見えにくくなってる。このシャッフルタッグトーナメントなんかもね生かしてこうやっていければと思うんですけど、そのどちらもこの今後のストーリーラインを考える上でいくつかの点を置いていくためにこのノア VS 新日本対抗戦を置いたのかなと。でノアとすると今言いかけたように決してその
中でこう今はですね、ストーリーをこう作っていくべき段階だと思うんですよね。で、ちょっともったいないなと思ってることが、そのシャッフルトーナメントだったり、今後ね、いろんな大会あるんですけど、今ノアには藤田和幸選手とか、混合には船木選手とかで、杉浦軍には、鈴木秀樹選手とか、ちょっと猛者がいっぱいいるんですよ。でその猛者がこう来た時はこう怖い対抗馬というか、どうなっちゃうんだろうな、清宮と例えば誰か戦ったらみたいな、そういう緊張感、あるいは塩崎選手と藤田和幸選手が戦ったらみたいな、そういうふうなことが軸で、2021年2022年とこうやってきた。でちょっとその猛者たちがここに来て、なんかこうノアの中にヒュッと吸収されちゃってるような感じがするのがちょっともったいないかなと思ってまして、で、そこを軸にこうノアだけでこうストーリーがまずねしっかり組めたら、多分それはそれでノアファンはいいと思うんですよね。で清宮海斗が今王者ですと、それに対してどういう風に軸を組んでいくのかっていうところに軸足をしっかり置きたいんだけれども、この対抗戦の話題が出てきちゃったんで、せっかくこの結構ですね、こう見てると中夜工業その後どうですかね、結構いいカードあるんですよね。ちょっと見てみましょうか。この後楽園大会昼の部、例えばジェイク・リー選手と稲村良樹選手が戦うカードであったり、忍者マック選手とダンテ・レオン選手のまたこの 3D な戦いがあったりですね。で望月選手とジャック・モリス選手が戦ったりと、この辺り結構いいカードあるんですよね。こういったカードを大事に育てていった方がいいんじゃねえのって結構ノアファンは思ってるんじゃないかなと思うんですけど、それはそれで新日本とねノアの対抗戦、やる限りはどちらのファンも負けてほしくないなっていう感じでは見るんじゃないかなと思います。でちょっとノア対この新日本対抗戦横浜アリーナ、混合とロスインゴについてはシングルで対決する、特に中島克彦選手 VS、高木慎吾選手とか内藤哲也選手 VS 剣王選手とか、これは確かにどうなっちゃうんだろうねっていうワクワク感ありますよね。大原はじめ選手とヒロム選手であったりとか、真田選手と曽谷選手の前日時代からのストーリーがそこにあったりとか、この辺りいいなと思うんですけど、前半部分ではノアと新日がこう混合ユニットでねこう戦うみたいなカードも組まれてますし、1.21 はお祭り的要素もありで、なおかつさっき言った高木慎吾選手、中島克彦選手、あるいは金剛選手 VS 内藤選手といった、この試合の結果もそうなんだけども、その後どうつながるんだろうっていう、点で終わるのか点が線になるのかっていう、そんなカードが組まれています。そして気になるのが実は 1.22 も今度はノアの横浜アリーナ大会あるんですよね。今回新日対抗戦 1.21 横浜アリーナは新日本の興行なので、その翌日がたまたまなのかノアが横浜アリーナを抑えてる。で今見るとノアの横浜アリーナ大会バイバイムタとこうグレートムタの最終戦ということ以外はカード発表ないんですよ。でほどなく出るのかもしれないですけども、やっぱりどうでしょうね、この 1.21 の結果次第というか、この結果を踏まえて 1.22 にもその流れが来るんじゃないかなと予想しますけど、どうでしょうね。単にこれでは終わらん、 1.21 だけで終わってしまうとちょっともったいないというか、そうすると新日本のにねいいようにノアなり混合が使われるっていうだけなんじゃないかな。それを 1.2 にどう持ってくるかな、もしくは今後ですね、何らかロスインゴのこう噛みつき先、あるいは活躍の場としてノアが何らか存在するのか、はたまたノアはノアでこうやっていくのかっていう、
できたらこの対抗戦の中に藤田和幸選手とか船木選手とか、あるいは鈴木秀樹選手っていうのがノア側から出てほしかったなというのが欲を言えば思います。ノアの中でも独特のね存在感を見せてるので、これが新日本とやるととんでもなく空気感になると思うんですよ。とんでもなく強えなこいつらみたいな、そういう風な景色もちょっと見たかったなと思いますけれども、どうなんでしょうね。1.21 新日対抗戦では、今言った3選手出てこないはずなんですけど、1.22 横浜あたりだとひょっとするとそこにノア側の選手として今言った3選手が出てきて、新日本のね、ロスインゴだとかそのあたりと戦ったりすると、ちょっとノアファンの新日対抗戦を見る空気もちょっと変わるし、藤田選手や船木選手、あるいは鈴木秀樹選手に対する感情移入の度合いっていうのも変わってくるんじゃないかな。そういう意味で 1.22 にもつながる、そして今言った3選手が出てくる、そしてできたらその 1.22 あたりでですね、今欠場してる塩崎選手であるとか早田選手、あるいはちょっと顎やっちゃいましたけど岡田金也選手ですとか、そろそろ帰ってきてほしいノアの本流というかね、そのあたりの選手がぐぐっとそれに対して噛みつくみたいな構図が見れると面白いなと思うし、そんな展開を期待しますが、どうでしょうか。ちょっと取り留めのない話になっちゃいましたけど、なんでこうするのといったら必然はないんだけども、2023年の展開を探る上で、ファンのね盛り上がりなんか見る上で 1.21 横浜アリーナあったかなと。そして 1.22 にうまくつなげてファンの感情移入度を上げるような 1.22 横浜アリーナ大会、バイバイムタなんだけれども、それ以外の次につながる、そういった興行2連チャンでセットで考えてみると楽しんで見れるのかなっていうふうに思います。はい、というわけでここまでダラダラと語ってきました。また良ければですね、迫ってきた時にもう一度お話しできるような、またそういうネタがあれば、ぜひそれもお話していきたいと思います。それではまたお会いしましょう。バイバイ。